はい、皆さんこんにちはこれあるじゃないですか。はい、皆さんこんにちは。これ、やりすぎて、あれどうやって自然にやるんだっけって考えていたら、すいません、投稿が遅れちゃいました。あっという間に皆さん、4月ですよ。年々時間のスピードが速くなってる感じしますよね。1週間ぐらい前がほんと正月の気分なんですけど、だいたい4月となるとね、新しいことが始まる月じゃないですか。なのでこの時期にたくさんね、モチベのリクエストが来るので、今日は、考え方によっちゃモチベにつながるような話になっています。僕過去に何回かなんで全ては存在しているのか、いや存在していないっていうのはあり得るのか、全ての源は何なのか、みたいなことを考えていると、なんとも言えない感覚にとらわれて、暗黒ね、絶対に越えられない壁に直面して、すごい恐怖心が湧いてくるっていう話したじゃないですか。あれね、みんなにも味わってほしくて、今日はシンプルな内容になっています。宇宙ってどれぐらいでかいのか、これね、人間の頭じゃ考えられないぐらいのキャパの話になっていくんですよね。本当に人間の頭じゃ多分処理できないぐらいのスケールの大きい話なんですよね。この動画を見ている途中に不思議な感覚になってくるかと思います。みんな自分たちが住んでいるとこ、どういったところかある程度把握していたいですよね。自分家だったら自分の家のどこに何があるのか、どれぐらいの大きさなのか、お庭はついていてどれぐらいの大きさなのかって、引っ越しとかでみんなまず気になるのが家の広さとかですよね。一人暮らしだったら最低20平米は欲しいなとか、6畳ワンルームあれば十分。同性だったら 1LDK がいいなみたいな感じで。また規模を広げて、ある街に住むんだったら、都内から電車でどれぐらいかかるのかとか、治安はいいのか悪いのか、もっと規模を広げて、どんな国に住むのかを決めるんだったら、その国の大きさ、人口規模、何語を喋っているのか、どんな文化があるのかとか、気になっちゃいますよね。さらにもっと規模を広げたら、地球という惑星がどんなところなのか把握したいですよね。人類は時間の経過とね、成長しているので、時代が進むにつれて新たな大陸を発見したりして、どんどんね、地球全体に進出していって、今では地球の約 65% が未開の地だそうです。海底はわずか 5% しか探検できていないって言いますしね。まだまだ地球未開の地ですね。そんな地球は大きさ、直径約 12,756km。地球一周の距離は約 40,000km になっています。この数字、かなり少ないって感じるようになりますよ。ていうかもうすでに聞いて少なく感じますよね。40,000km って地球一周 40,000km いけそうっすね。車で約 100km 弱で止まらずに移動したら17日かかることになります。まあ短いねやっぱ。なので今回は宇宙進出しちゃいましょうか。宇宙はどれぐらい大きいのか。1969年アポロ11号で人類は初の月面着陸しましたが、そんな月は地球から384,400km 離れています。車で時速 100km で向かったら約半年で到着します。これ結構近くないですか？車で100キロで飛ばしたら約半年で着くんすよ。いけなくない？いや、いけないんだけどね。ただ人類が地球から一番遠くに行ったのが月よりちょっと先の40万km離れたアポロ13号でした。そして人類が実際に行ったわけじゃないけど、地球から最も遠くに到着した人工物がボイジャー1号でした。1990年に60億 km の彼方から地球を撮影したのがこちらの写真。美しい生命に満ち溢れた惑星、人類の全ての歴史がこの小さな点で全て起こっているって感慨深いですよね。ただ今回は人類が到達していないさらに遠くへと旅します。僕たち地球人は太陽を中心とした太陽系の中を生きていますよね。地球の約100倍の大きさであるバカでかい太陽はなんと地球から1億5000万 km 離れています。新幹線で地球から太陽に向かったとすると約60年かかるそうです。もうこの規模じゃ人類の持ってる移動手段じゃ話にならんので、光の速度で話を進めましょうか。ちょっとかっこいいですね。光の速度で話を進めましょうか。光の速度は秒速30万 km なので、月まで移動するとしたら 1.3 秒。もう一瞬よ。はい、月。太陽までは約8分で行けることになります。そんなバカでかい太陽も天の川銀河という無数の恒星や星間物質の中に存在しています。この銀河系の中には約2000から4000億の恒星が存在しているとされていて、銀河系自体の大きさはなんと直径10万光年。光の速さで移動しても約10万年かかるそうです。この世で一番速いと言われている光の速度で移動したとしても10万年かかるって考えられないですよね。
想像しやすいように身近なもので考えたら、新幹線で横断しようとしたら、なんと2600億年かかります。人類まだ宇宙進出には早いわ。全体像から見たら地球はこれだそうです。僕たち人類の全てはこれです。今日何回か言うな、このセリフ。よく人類が飛ばした電波が宇宙でさまよい続けて、どこかの宇宙人がキャッチしたら面白いよね、みたいなロマンある話あるじゃないですか。言いたいことはわかるんですけど、人類がラジオ放送を始めたのはせいぜい200年ぐらい前の話なので、宇宙全体で見ると、人類が発した電波が届くのはこの点ぐらいだそうです。これを大きいと考えるのか小さいと考えるのか、僕は結構ね、これ人類の功績大きいように見えますけどね。皆さんどう思いますか？恐ろしいのが、宇宙を構成しているのはこの銀河が全てではないんですよね。この後どんどん怪物クラスが登場してきます。このさらに外には極部銀河群っていう太陽系が属する銀河群があります。ここにはおよそ50個ほどの銀河が含まれています。みんなも聞いたことあるであろうアンドロメダ銀河とかがそうですよね。僕たちとは別の銀河系ってなんかちょっとロマンありますよね。銀河連合みたいな感じで。ただこの銀河集団の外にはさらに巨大な超銀河団、乙女座超銀河団があります。およそ100の銀河群と銀河団が集まって乙女座銀河団が中心にあります。この超銀河団は直径が2億光年なので、光の速さで移動したとしても2億年かかるという意味のわからんスケールの大きい話。ただなんと2014年にハワイ州立大学のブレント・タリーとリオン大学のエレーヌ・クールトワによって乙女座超銀河団がさらに大きなラニアケア超銀河団の一部だと提唱されました。このラニアケア超銀河団は直径約5億2000万光年の領域に10万個の銀河が集まっている宇宙の中で最大規模の構造であると考えられているようです。ラニアケアはハワイ語で広大な天国という意味なんですけど、ほんとね、映像で見ると天国のような場所ですよね。行ったことないけど。この黒い部分がラニアケア超銀河団で、赤い部分がペルセウス座魚座超銀河団です。このようにね、2つの超銀河団がエリアごとに分かれているのが見てわかりますよね。すごくないですかこれ。この赤い点が天の川銀河のあるところらしいです。この超銀河団に数十万の銀河が含まれていると。こんな感じで銀河団が集まっているんですけど、なんでこんなにもね、形を保って銀河団が集結しているのか。グレートアトラクターという16以上が発生していて、何者かが太陽1兆個に相当する重力で銀河を引き寄せているんですよね。これが何なのか推測としては、さらに大きな銀河団なのか、あるいはバカでかいブラックホールなのか、ダイソンなのかわからないんですけど、みんなを引き寄せてるので魅力的な存在なのは間違いない。実は逆に何もないところもたくさんあって、このように空洞のようなところ、ここはボイドと呼ばれているんですけど、この完全暗黒の部分がかなり巨大で、ものによっては直径10億光年サイズのボイドがあるらしいです。光の速度で移動しても10億年何もないって怖すぎない？何もなさすぎて前に進んでいるのか後ろに進んでいるのかもう訳がわからなくなりそう。ただもちろんこのラニアケア超銀河団も宇宙のほんの一部にしか過ぎません。現在観測可能な宇宙の大きさは地球から全方向に465億光年です。つまり直径で言うと930億光年だというんです。ただこの930億光年という大きさは観測可能な宇宙の範囲なので、宇宙のほんの一部でしかないんです。観測できていない領域はどれぐらい広いのか僕たちには想像もつきません。宇宙は光の速さよりも速い速度で膨張し続けているので、人類が永遠の命を手に入れたとしても観測することができないエリアが必ずあるということになります。えぐくないですか？一生僕たちが生きたとしても僕たちの元へと届かない領域があるということです。このね、宇宙がね、膨張しているっていうことがピンとこない人はこちらの映像を見てほしいんですけど、感覚的にはこの球体の表面部分が宇宙で膨張することで、ある地点は全ての地点から離れていく感じです。なので宇宙で一直線に進むと地球を一周するように同じところに帰ってくるかもしれないんです。これ冷静になってみても人間の脳じゃ理解できない領域の話ですよね。冒頭の話にねちょっと戻ると、僕もなぜ全てが存在していて存在しないとは何だって考えていたら、絶対に超えられないような暗黒に直面するんですけど、僕の解釈としては、現時点の人類のね次元じゃ理解できないようにロックがかかっていると思うんですよね。ゲームで言うとキャラクター
クターがプレイヤーを認識できない的な感じで、おそらくこの肉体に入った瞬間、僕たちのエゴが作用して、その先をね、理解できないようになってるんだと思います。天文学者のカール・セーガンは、この60億キロメートルの彼方から撮影された小さな地球を見て、ペールブルードットと名付け、有名な名言を残しました。ちょっと長いんですけど、これがかなり刺さるんです。この距離から見る地球には特に興味を覚えないかもしれない。けれど、我々の目には違って見えるはずだ。もう一度、この点について考えてみてほしい。ここだ。これがふるさとで私たちがいる。この点の中であなたの愛した全ての人たち、知り合いの全員、今まで耳にしたことのある全ての人たち、人間ならばどこの誰であろうとここに生きてきた。至福と苦痛の集大成が、何千年っていう自信に満ちた宗教が、思想が、経済競技が、全ての狩猟採集者が、全ての英雄と腰抜けが、全ての文明の創始者と破壊者が、全ての王と小百姓、全ての愛を囁き合う若い恋人たち、全ての父と母、希望の子供、全ての発明者や探検家、全ての道徳的な教師、全ての腐敗した政治家、全ての偉人や最高指導者、全ての聖者や罪人が、その全ての人類の歴史がここにある。塵の微変さながら、太陽の光の中に浮遊しながら、地球は壮大な宇宙のアリーナの中の小さな舞台だ。このわずかな点の瞬きの支配者となった全ての将軍や皇帝の勝利と栄光の陰で流れ出たおびただしい血の量を考えてみてほしい。この1ピクセルの角に存在する住民が、まるで見分けのつかぬ別の角に存在する住民に対するその終わりなき残虐行為を考えてみてほしい。なぜゆえに人類は頻繁に誤解し合い、殺戮を熱望し、強烈に憎悪し合うのか。私たちのおごりが、私たちのうぬぼれが、宇宙で特権のある地位にいるというその錯覚が、この色あせた光に試されている。この惑星は大きく暗い宇宙空間の中にひっそりと存在する孤独なシミでしかない。こうも広大な宇宙の中でぼんやりとしていては、人類が人類を救うきっかけは外からは来ない。地球は人類の知る中で生命を宿す唯一の世界だ。少なくとも近い将来、人類が地球外へ移住できるその時まで、私たちに行くあてはない。行き着くことはできる。定住はまだ無理だ。嫌が王でもしばらくは地球にいるよりはない。天文学という学問は謙虚に人格を変えられる教えだと言われてきた。おそらく遠く離れた小さな故郷を見せつける以上に人類の愚かさを実感させてくれるものはないだろう。私たちはこの点がより親切に互いを思いやり、色あせた青い点を守り大事にすべきだと、そう強調しているように思えてならない。それがたった一つ我々の知るふるさとなのだから。めちゃくちゃ感慨深いっすよね。この小さな点で全てが完結している感じ。なぜかスケールの大きいことを考えると、目の前のことが小さく見えて何でもやれるような気になりますよね。その時でもね、そのことを考えたら無敵状態になれるので、思い切って行動することは大事かと思います。また彼はそれ以外にも刺さることを言っていて、ここ最近何を信じていいのかわからない人が多いかと思います。もちろんフェイクニュースとかメディアの話ももちろんそうなんですけど、それ以外にも生活の様子が変わってきたりして、どんな生き方をすればいいのか、そんな人に彼はこう言います。真実だと思いたいという理由だけで物事を信じるのは危険だ。自分に対しても他人に対しても疑問を投げかけることをやめてしまったら騙されるかもしれない。本当の真実はどんなに詳しい調査にも耐えうるものなんだ。これかなり刺さりますよね。ごまかしながら生きている人たくさんいるかと思います。答えを分かっていながらも逃げている人とか、怖くてその一歩が踏み出せない人とか、理由は様々ですけど、真実というのはどんなごまかしにもね、耐えうると。勇気が出ない時とか、やる気が出ない時、悩みがある時は、僕たちがね、生きているこの宇宙という舞台がいかに神秘的で広大な空間なのかを思い出してみると、その一歩が踏み出しやすくなるかもしれません。余談ですけど、こんな話をしときながらなんですけど、僕の解釈ではこの宇宙規模の話になると、スケールの話とか関係ないんでしょうね。なんか何百光年、何千億光年ってなるじゃないですか。もうそうなってくるとおそらく宇宙無限大じゃないですか。なのでスケール云々じゃなくて別の次元の話なんでしょうね。ただね、もちろんね、僕たちの目の前の問題を解決しようとするとき、こういったね、スケールの大きい話を考えるとだいぶ使えたりはするので、皆さんどう思いますか？それでは皆さんご視聴ありがとうございました。